こんにちは、みすずです。今日は夏に食べたい野菜たっぷりカレー、詰めて煮るだけのかぼちゃとズッキーニの無水カレーをご紹介します。無水調理ができるお鍋で野菜の水分や旨味をしっかり引き出して煮込んでいきます。今回の栄養素はこちらです。これはレシピ4分の1量の栄養素になります。鶏皮は外した数値で計算しています。お鍋の中に材料を詰めたら蓋をして煮込みます。30分ほど煮込んだところでカレー粉、塩を加えて最後にこんがり焼いたズッキーニを加えます。さっと煮込んだら出来上がり。カレー粉を使用するのであっさりさらっとした仕上がりになりますが、お好みでカレールーでも同様に作れますよ。ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。また詳しいレシピは後ほどブログにも書きますので、そちらも見に来てくださると嬉しいです。概要欄にリンク貼っておきますね。材料はこちら。今回は玉ねぎ、トマト、かぼちゃ、ズッキーニで作りますが、その他お好きなもの、冷蔵庫にあるもの加えてあげてください。キャベツやセロリ、パプリカ、ナス、じゃがいも、人参などお好きなものを加えてくださいね。またお肉も鶏もも肉ではなくて手羽先や手羽元でもいいですし、豚こまや豚ももなどお好きなものを使ってあげてください。ラムや牛でもいいですよ。今日の流れ3ステップ。今日はまず材料の準備。お野菜をすべて刻んで鶏肉も食べやすくカットします。お鍋の中に詰め込んだら次に煮込みます。ズッキーニのみ今回は焼いてから加えたいので、それ以外の材料をすべて詰め込んで煮込みましょう。最後にズッキーニを加えます。こんがり焼いて中とろっとしたズッキーニの食感を楽しみたいので、ズッキーニのみ最後に油で焼いてから加えています。同じ作り方でナスでも美味しく作れますよ。では作り方を説明します。まずは鶏肉に塩を振りましょう。鶏もも肉2枚は両面にしっかりと塩をもみ込んで、厚手のキッチンペーパーに包んでおきます。鶏肉は塩が中まで入るのに時間がかかるので、できたら早めに塩を振っておいてあげてください。前日準備でも OK です。また塩を振ってしばらく置くと水が出てくるので、厚手のペーパーに包んでおいてあげると出てきた水分を吸い取ってくれて身がキュッと締まりますよ。このまま1時間ほど置きましょう。玉ねぎは 400g1.5 個使用しています。芯を取ってみじん切りにしましょう。無水カレーなので炒めずにこのまま使用していきます。お鍋の中に詰めましょう。まだ火はつけていないです。今回はストーブ鍋の26センチを使用しています。まな板が開いたので残りの野菜を切っていきましょう。次はニンニクです。20g 使用してます。皮を剥いて芯を取り、こちらもみじん切りにします。同様に生姜もみじん切りにしましょう。生姜、にんにくの量はお好みで調節してください。こちらもお鍋に詰めます。トマトは5個使用してます。皮を剥かずにそのまま使ってますが、気になる方は剥いてから使ってあげてください。角切りにします。ヘタの部分はカットしておいてください。トマト缶を使用してもいいですよ。こちらもお鍋に詰めましょう。かぼちゃも切ります。かぼちゃは 480g、4分の1個とあと少し使っています。食べやすく切りましょう。かぼちゃがあまり崩れたくないので気持ち大きめにカットしています。こちらも同様に詰めます。皮目を下にして鍋の中に並べ入れます。先ほど塩を振った鶏肉もカットしましょう。お好みで皮付きのまま調理してください。今回は皮を外しますね。また
たこのブヨブヨっと残っている白い部分、油の部分も切り取ります。葉は油を切り取った状態で 480g でした。こちらも食べやすく切ります。同じように鍋に詰めましょう。上にローリエと唐辛子をのせます。唐辛子はヘタを取り種を外してのせています。またこの他シナモンスティックやクローブなど入れてもいいですよ。蓋をして火にかけましょう。はじめは弱め中火程度。蒸気が上がってきて蓋の取っ手の部分まで熱くなってきたら火をごく弱火にします。30分ほど煮込みましょう。煮込んでいる間にズッキーニを切ります。ズッキーニは1本使用してます。ヘタを取って1センチ厚さ程度にちょっと厚めにカットします。ズッキーニはアクが強いので塩を振ってしばらく置いてアク抜きしましょう。塩1つまみ程度全体に振ってよく切り口にまぶすような感じにします。このまま30分ほど置きます。お鍋に戻りましょう。30分経ってしっかり煮込まれたところでカレー粉もしくはカレールーの場合もここで加えます。お塩を加えてしばらく煮込みます。カレールーを使用している場合は塩の量を減らしてくださいね。全体ざっと混ぜたら水分が少し飛んで煮詰まるまでこのまましばらく煮込みます。煮込んでいる間にズッキーニに戻りましょう。水が出てきてます。厚手のキッチンペーパーで水気をぎゅっと拭き取ります。フライパンを熱してオリーブオイルをちょっと多めに入れてここにズッキーニを並べ入れて焼きます。こんがりと焼き色がつく程度に中火で焼き付けましょう。焼き色がついたら裏返します。周りこんがり、中とろっとしたような状態にしてあげてください。カレーのお鍋の水分が少し煮詰まって少しとろみがついてきたところでズッキーニを加えます。両面焼けたズッキーニを油を切って加えてください。さっと温める程度に煮込んだら火を止めます。味を見て足りなければ塩、カレー粉追加してあげてくださいね。これで出来上がりです。無水カレーは当日食べるよりも翌日の方がお野菜とスパイスが馴染んで美味しいですよ。器に盛って胡椒をガリガリ削りかけます。パセリのみじん切りを散らしてこれで出来上がりです。最後まで見てくださりありがとうございました。今日は夏に食べたい野菜たっぷりカレー、野菜の水分だけで煮込むかぼちゃとズッキーニの無水カレーをご紹介しました。カレー粉を使用しているのであっさりさらっとした仕上がりになりますが、お好みでカレールーでも同じように作ることができます。無水調理ができるお鍋がない場合でも同じ材料を使って作ることができます。その場合は玉ねぎ、にんにく、生姜をしっかりと飴色になるまで炒めてそこにトマト、かぼちゃを加えます。蓋をしてトマトがジュース状に煮崩れるまで5分ほど一旦煮込んだら蓋を開けカレー粉と塩、水を加えます。別のフライパンで焼いた鶏肉を加えてしばらく煮込みましょう。最後にズッキーニをこんがり焼いて加えて同様にさっと煮込んだら出来上がりです。どちらの方法でも作れますし、個人的にはしっかり炒めたカレーの方がコクがあって好きなのですが、無水調理はほったらかしで作れるのでキッチンが暑い夏場は特に重宝しています。また詳しいレシピは後ほどブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。みすずでした。
つもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。詳しいレシピはブログへ、また Twitter、Instagram、TikTok などもやってます。そちらも見に来てくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。